こんばんは。はるです。今回は FGS プレイオフで使われていた選手たちを紹介していきたいなと思います。世界大会 FGS の、予選なのかな、プレイオフというふうなことなんで、昨日、おとつい行われていてですね、本当に海外でトッププロの人たちが使っている、メタ選手たちが、わかるんじゃないかなというふうに思います。本当、現環境のトップメタですね。で、シェイプシフターズも始まってますので、新しくシェイプシフターズの選手たちも使われて、います。なんで本当に今強い、選手たちが、わかるんじゃないかなというふうに思います。じゃあそれでは、早速紹介をしていきます。こちらが、11人、平均的にですね、使われていた選手たち。まずはキーパーはサールですね。ここは、変わらずというか、いろんなね、世界大会で使われている選手たちという風な動画を見てくださってる方は、サールかという風に思う方おられると思いますけど、現環境でもですね、サールが、多分ケミ的な問題も、そうですけど、サールが一番多かったという風に思います。ここは本当に変わらずですね。で、右サイドバックにはハキミですね。ハキミが一番多かったと、思います。サイドバック、あとはあとで言いますけど、ウィングバックで使われることが、多かったかなというふうに思いますね。ハキミ、TOTY ですね。で、そして、2センターバックがミリトン、そして、デリフトと、この2人が、センターバックを務めることが多かったかなというふうに思います。他のね、センターバックはね、そこまでいなかったと、思いますし、特にデリフトの方が多かった。印象ですね、ミリトンより。ミリトンも非常に多かったんですけれども、両方ともですね、非常にTOTS の中でも当たりの、選手にはなりますし、センターバックの選手の中で行くと非常に高価な、2人なので、やっぱ強さっていうのもあるなというふうに感じますね。で、そして左サイドバックは新しくトコエカンビですね、シェイプシフターズで、来ました。この選手もですね、世界大会に出てくるほど、強い選手かなというふうに思います。全然悪くないですよね。あとはケミもね、プレミアムということで、3というふうな部分も非常にいいんじゃないかというふうに、思います。トコエカンビ使われていることが多かったなというふうに思って、まず1人目、新しくシェイプシフターズですね。普通にね、普通に多かったです。で、そして、次は右サイドですね。ペレですね。シェイプシフターズアイコンのペレ。ペレはですね、ほとんどの方が使っておられましたね。これまでの世界大会とはまた違って新しい選手が来たと。で、おそらく、現環境、最強クラスの前線ということで、トッププロの、方たちもペレを選んだんじゃないかというふうに思います。あとはこの選手 RM と、もできるんで、ポジションをすればね、ここに刺さるということで、入れてる方が多かったですね。で、そして、2CM かな、ファンダイク、シェイプシフターズできたファンダイク、そしてフリット、このオランダ2人ですね。フリットは変わらず、相変わらずという風なところで、使用率っていうのは高かったんですけれども、こちらも新選手、ファンダイク。この選手をですね、ボランチというよりかはですね、やっぱりセンターバックで使われている、方が非常に多かった。ほぼほぼそうかな。ボランチで起用している方は、正直ゼロに近かったと、思うんですけれども、この人がセンターバックになって、ここで5バックを形成するということが、この昨日、今日と、そうだね。昨日、おとついか。昨日、おとつい行われていた FGS プレイオフの中では多く見られた光景ですね。ミリトンとかデルトを使いながら、そこのど真ん中にファンダイクを配置してという風な感じ。3バック、5バックっていう風な、フォーメーションで最初挑むっていう方が非常に多かった。だから、ハキミがウィングバックとか、っていう風な感じでしたね。で、そして LM にベリンガムなんですけど、その中でベリンガムを、なんていうんですか、中央に、入れて、フリットと、ここ安定の 2CM を組むみたいな、感じが多かったかなという風に思いますね。で、そして、2トップはですね、R9、そしてバペ、ですね。この2人も、安定かな。特に、R9 に関しても、今回も、変わらず入ってきましたし、使用率は 100% やったかなと
いう風に感じます。で、バペもですね、ロナウドと変わらず、正直ほぼ100、やったと思いますね。まあ TOTY のカードでゴールを決めてる方もいましたし、TOTS のカード、またあと紫の、カードのバペも使っている方もおられました。まあここは多分、まあどっちでもいいわみたいな感じで、使ってに入ってたのかなという風に思いますね。まあスタメンを見てもですね、新しくシェイプシフターズの使用率っていうのは高く、なってるんじゃないかな。で、その中でもやっぱりこのファンダイク、そしてペレっていうのはめちゃくちゃ高いですし、強さっていうのもあるので、まあほとんどの、選手が使っていたという風な感じになります。で、そしてついで使われていた選手はですね、左サイドバックで行くとデイビスですね。床江上のところをデイビスで、っていうのを、まあ、使ってる方も、おられましたし、あとはスパサブかな。途中で変えて、床江上が疲れてきたらテオっていうのが、結構ここが鉄板やったかなっていう風に、思います。まあ、試合60分、70分ぐらいで変えて、テオだけね、スタミナが残ってた、非常に多かったんで、多分ここ変えたんだろうなというようなところで、スタメンではね、テオあんまりだったんですけど、ベンチに入れて、ちょっと左サイドバックの守備型みたいなところで手を使ってる方っていうのは非常に多かった。交代の選手として多かったかなというふうに感じますね。で、そして中盤ではですね、それこそずっと5バックで行くんじゃなくて、まあ途中からですね、4-3-2-1とかに変える部分で、まあミリトンと、まあファンダイクで、まあ4バックを形成して、例えばミリトンのところを途中で変える。こういう風な 3CM4321 っていうのが多かったんですけど、その中でフリット、ベリンガム、ムシアラだったりとか、フリット、ベリンガム、エンクンクだったりとか、っていうのが非常に多かったかなという風に感じますね。あとはまあエンクンクじゃなくてムシアラはですね、やっぱりデリフトとケミが合うという風なこともあってか、まあスタメンで、起用されてる方も多かったかなという風に感じますね。まあ、ファンダイクがね、センターバックもともと置けないので、まあ、どういう風な感じでやってるのかっていうのはわからないですね。最初の4バックで行ってる方たちは。まあ、ですけど、こういう風な、もともと5バックで、まあ、攻撃的に行きたい場合は、フォメを変えて、4バックのやつに変えてっていう風な感じが多かったと思います。で、あとはですね、ここもね、シェイプシフターズアイコン、ソクラテスがですね、フリットに代わって、使われている方もおられました。一つ、まあ、ソクラテスもシェイプシフターズで強化をされてですね、非常に強く、なったので、それこそソクラテスとベリンガムの2ボランチっていう方もおられました。多分ね、なかなかフリットが外れるっていうことはないんですけれども、そこのフリットの代わりにソクラテスを入れてるっていう方もいました。それだけ、まあ、めっちゃね、本当にフリットレベルかって言われると、ちょっと首をかしげる方もおられるかもしれないですけど、まあ、それでも、普通にやっぱソクラテスも世界大会で使われる、レベルの選手にはなったのかなというふうに改めて、感じましたね。で、そして、あとはまあスパサブですかね。ここら辺の前線の選手としてはロナウド。スタメンでね、ロナウドを使うっていう方はなかなか、おられなかったんですけれども、まあ途中交代で、この TOTS モーメントのロナウドを、まあ前線で、使ってっていう方おられましたね。やっぱりこの選手も非常に強いので、まあやっぱりスカット、まあ、サブかな。サブでベンチに入れてるっていう方は非常に多く、見られましたね。で、あとはまあハーランド。ハーランドも、まあベンチから登場をするということも、あったので、まあ試合で逆転とかしたい時にハーランドを、使うっていう方もおられ、ましたね。まあ非常に決定力高い、選手ですね。で、そしてあとはリュディガーですね。まあ、リュディガーもですね、こちらもシェイプシューターズ新しい選手として出てきてですね、まあ、ベンチに入れてる方も、おられましたし、まあ、実際起用してる、試合も見ました。まあ、リュディガーに関しては、それこそね、ST とよりかは、4321の攻撃的な CM の、選手として使われていましたね。だから、まあ自分がね、結構動画で、431の動画でよく言ってるのは、1人上げる。だからここは攻撃の選手でもいいよって話をしたんですけど、そこの部分にリュディガーを使うっていう、とこも、まあそういう起用法、っていうのをリュディガーはされてました。やっぱりでかくて速くてっていう風な、ところを活かして、2列目から飛び出していく力っていうのが、まあより、まあ脅威にはなるのかなという風に思いますね。まあそういう使い方も自分はリュディガーはめっちゃありだと思いますね。で、そして、あとはまあ普通に単純な前線としてはですね、まあネイマール、
だったりとかも非常に多く、使われてましたね。まあ、ネイマーの場合はね、ちょっとたまにスタメンだったりとかで、使われていることもありましたし、やっぱりもともと55で、あとは非常に軽いですね。軽さがありながらパスも上手くてね、シュートも両足打てて、決定力も高いっていう風な選手になるんで、まあ、やっぱり強いですよね。新選手、シェイプシフターが出てても、全然それ以上の強さっていうのが、ある選手にはなるので、まあ、ネイマも、ベンチにいたり、あとはスタメンで使われている試合もありましたね。で、あとはまあ、ブルーノですね。こちらも新選手なんですけど、まあ、ベンチに、いたし、サブの選手として使っていたかなっていう風に思う。なかなかね、スタメンではあんまり見なかったかな、っていう風には思いますけど、まあ、ベンチに入れていた方は多く、おられましたね。まあ、こちらもシェイプシフターズの当たりの選手、にはなるので、まあ、それなりの強さっていうのはあるんだろうなという風に感じます。で、そしてロナウジーニョですね。まあ、こちらも安定、ですけれども、若干、やっぱりシェイプシフターズが来たことによって、ちょっとだけ、使用率っていうのは下がったかなって思います。まあ、前回までのだったら、本当にほぼ100、だったんですけど、まあ、ロナウジーニョがいない試合っていうのも、まあ、少なからずありました。だから多分、ベリンガムかな多分 LM になったんは。だからペレがいて、で、あとはファンダイクここが来たっていうのは多分でかいと思うんですよ。これで多分ずれてってな感じになって、まあ、ロナウジーニョが外れたみたいな、ことが、まあ、起こったのかなっていうのは思います。まあ、ですけど安定にサブにいたりとかっていうのはしますし、この選手も、まあ、スタメンで、使われていた方もおられたんで、まだまだ強い選手、トップレベルの選手にはなりますね。まあ、という感じで、これが、FGS プレイオフで使われていた選手たちになります。まあ非常にですね、ちょっと変わったかな。シェイプシフターズが来て、またスカット制限が多分なくなったのかどうかはちょっとわかんないんですけど、まあ非常に多くの選手たちが、使われるようになったなというふうに改めて感じますし、やっぱり大工はエグいんだろうな。この選手ほぼほぼ 100% やったんで、この選手センターバック起用っていうのはね。なんでやっぱり強いなっていうふうに感じつつですね、まあペレも、やっぱりこうアイコンの選手として、もともと強かったところから強化されると、まあそら世界大会では使われるんだろうなというふうに感じます。逆にやっぱりロナウジーニョもそうですけど、ジノラ、だったりとかっていうのはちょっと外れかけたかなっていう風に、正直、感じました。まあこれがですね、今の現環境、まあトッププロの、方たちが使っている、まあ平均的な強い選手たち、まあメタ選手と言われるものになるので、まあ少しでも参考になれば嬉しいなという風に思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。